はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトです。さて、今日はですね、こちらソニーのシネマラインシリーズになんと新たに FX2 が、突如ね加わるということで、見た目は FX3 とか FX30 に似てるんですけど、よく見るとね見慣れないEVF がついていたりとその他細かい部分にも結構違いがあるので、今日はこの FX2 が一体どんなカメラなのかっていうのを、じっくりねご紹介していきたいなというふうに思います。それではね、早速やっていきましょう。この FX2 は33メガピクセルの15プラスストップ対応ディメンション車型のフルサイズセンサーを搭載していて、画像処理エンジンは Beyond XR となってます。で、動画撮影時の有効画素数は約 26.7 メガピクセルで 4K24p や 30p での撮影時には 7K からのオーバーサンプリング、スーパー 35mm 時には 4.6K からのオーバーサンプリングとなっていて、ディテールの再現性ではね FX3 より優れています。実際にねこんな感じで同じレンズを装着してFX3 と比較してみると、細かい部分のね解像感において明らかに FX2 の方が優れていて、画素数の差っていうのがしっかり画質にも現れているかなというふうに感じました。そしてね FX2 はデュアルベース ISO に対応していて、S-Log 撮影時には低感度が ISO800 で高感度が ISO4000 となってます。このね ISO4000 っていう設定が非常に実用的で、例えばねFX3 では高感度が ISO12800 となっているので、真っ暗なね屋外では頼もしいんですけど、昼間の室内やちょっと暗いかなくらいの環境では逆にちょっと明るすぎてしまって、その点この FX2 の ISO4000 っていうのは、そういった屋内撮影に非常にちょうどよく、シネ EI で撮影する際の使い勝手は正直ね、FX2 の方が使い勝手は良かったです。で、その他ね FX3 や FX30 との主なスペックの差をまとめるとこんな感じになってます。ハイフレームレートの撮影に関しては FX2 はスーパー 35mm で 4K60p までとなっているので、ここはねちょっと少し残念なポイントですね。ただその他の部分では、最新世代の、シネマラインということで AI プロセッシングユニットを搭載していて AF の精度が向上、さらに被写体認識の対象も、昆虫、車、電車、飛行機など、さらにね広がってます。このね FX2 にはダイナミックアクティブモードが搭載されていて、電子手ブレ補正と併用することによって、ジンバルなしでも小走りしながら安定した映像が撮れるようになってます。で、次にねボディをちょっと細かく見ていきたいなと思うんですけど、FX3 と FX30 のボディにはねほとんど差がないんですけれども、 FX2 は各所にね、細かな変更っていうのが、加えられてます。まず大きな違いはこのねチルト式の EVF が搭載された点ですね。この EVF はですね368万ドットで、解像度としては標準的ではあるんですけれども、チルト角が90度までね対応していて、カメラを胸元でね構えた状態でも非常に画面が見やすくなってます。ただ横から見ると分かる通り、この EVF 結構突起してるんですよ。このねアイカップ自体は脱着可能ではあるものの、背面からはね明確に飛び出してる形になります。これはね正直カメラバッグに収納する際にはやや邪魔に感じるかもしれません。あとジンバル使用時のね干渉っていうのも気になったので試してみたところ 1635GM2 では問題なかったんですけど、2470GM2 ではズーム域の真ん中ぐらいでねバランスを取るとちょっとねアイカップがジンバルと干渉しちゃうんですよね。でこれはね 50mmF1.2 でも試したんですけど同じでした。ただいずれもアイカップを外せば、問題なくね使用することができました。なのでジンバルに乗せられないっていうことではないんですけど、小型のねジンバルに乗せて使う場合、長めのズームレンズや重めのレンズと組み合わせではこのねアイカップをちょっと都度ねつけたり外しながら運用するっていうことが必要になるかなというふうに思います。
でそもそもこのね EVF については、好みが分かれるかなっていうところで、外部モニターをね使うから EVF はいらないっていう人もいると思うし、リグを組まずにもう機動性重視でね屋外での露出チェックがしやすくなるから便利と感じる人もいると思います。ここは本当にもう撮影スタイル次第かなというふうに思いました。でその他ボディの細かい部分をこっちのね FX3 と比べると正面はねほぼ同じなんですけれども、マイクの位置がね FX3 では天面にあったのが FX2 ではこれね前面に移動してます。上部はボタンの配置に変更はほとんどないんですけれども、このクォーターインチのネジ穴が1つ減っていて位置も若干ね変更されてます。でこのね右側、グリップ側の方には、ほとんど変更はないんですけれども、メモリーカードのねスロットは2つあるんですけれども CF エクスプレスと SD カードのデュアルスロットは1つのみとなってます。で左側はレイアウトが変わっているんですけど、インターフェースそのものに変更はありません。ちゃんとねここにHDMI もねフルサイズのものが搭載されてます。ただし側面のねネジ穴がこれ廃止されていて、その代わりに EVF の横にねファンクションボタンが1つ追加されていて、FX2 では FX3 よりもファンクションボタンがね1つ多い構成になってます。でこのね背面は大きく変わってて、まずねムービースチルの切り替え用スイッチが追加されてます。FX3 ではモードボタンでこれ切り替えてたんですけど、このね物理スイッチは写真をね撮る人にはね非常に嬉しいですね。 FX2 ではモードボタン自体が廃止されていて、代わりにこのねファンクションボタンを長押しでモードの変更が可能になってます。でさらに新しく追加されたこのホームボタンを押すと設定がね一覧で表示される、ホーム画面に切り替わってタッチ操作でこれね設定の変更が可能となってます。これはねベニスなどのハイエンドシネマカメラのね UI/UX を踏襲してこの形になったそうです。でこれらの情報っていうのは普段ね画面の端に表示されているので、別に必要ないかなというふうにね最初使ってみて思ったんですけど、ただ外部モニターを使う際にはその表示する内容っていうのは分けられるので、そういったケースでは意外と便利かなというふうに思いました。ちなみにねこれスチールモードではどうなるのかなと思ったんですけど、押してみてもね、対応していないということでした。で液晶はね当然バリアングルになっていて、今回からですね UI は縦表示にも対応してます。また FX2 では排熱機構が見直されていてFX3 のようにモニターを閉じていると熱停止までの時間が短くなるっていうね問題もこれね改善されてます。そしてリグや三脚、あとジンバルに乗せることが多い人にこれね地味に嬉しいポイントとして、このねちょっと今見えねえや、よし、このねボディの底の三脚ネジ穴がね2つになったんですよ。これはね、結構嬉しいポイントかなというふうに思いました。で個人的にねこの FX2、何が嬉しかったって、そのね画素数の向上と EVF の搭載、そしてこのねスチルモードの切り替えがやりやすくなったことで、シネマラインで初めてねちゃんと写真も撮れるカメラになってるっていう点ですかね。僕みたいに写真と動画両方撮る場合、FX3 ではちょっと画素数がやっぱりね心もとないですし、 FX30 ではメカシャッターがないのでどうしてもやっぱりねこれまで別のカメラを持ち出す必要があったんですけど、その点ね FX2 はスペック的にもぶっちゃけ α7-4 に近いので、スチル機としても十分に使えるっていうのが大きな魅力かなというふうに感じました。じゃあ最後にねこの FX2 がどんな人に向いているかっていう話なんですけど、価格帯としてはねこれ FX3 と FX30 の中間にね来る予定ということなので、動画に本気で取り組みたいけど、FX30 だと少し物足りないなという人にはやっぱりこの FX2 はかなりおすすめです。
FX30 を選択して、予算をね、レンズに回した方がいいんじゃないかっていう、考え方もあると思うんですけど、やっぱりでもね、チームで動くような、案件では、APS-C っていうのが足かせになるケースっていうのも、稀にあるんですよね。じゃあ、予算が許すとして、この FX2 と FX3、どちらを選ぶべきかというと、価格的にはですね、この FX3 の方が、上位モデルっぽいんですけれども、実際には FX2 の方がスペックや機能ともにね、優れてる場面が多く、YouTube とか企業案件、あとはインタビュー、PR 動画の撮影には、むしろね、この FX2 の方が向いているんじゃないかなというふうに感じました。このね、FX3、もう発売から4年ぐらい経つカメラになるんですけど、今ね、この FX3 をあえて選ぶ理由があるとすれば、やっぱりそこは 4K120fps での撮影や ISO12800 での撮影が、どうしても必要な場面くらいだと思うので、つまりミュージックビデオとか作品性の高い映像を重視するかどうかっていう、これ選択になってくるんじゃないかなというふうに思います。僕自身ね、今 FX2 と FX3、どちらを買うかと言われたら、僕の場合はね、ちょっとこう表現の幅の広さから FX3 を選ぶと思うんですけれども、このね、FX2 と FX3、両方持ってるとして、実際にこう持ち出す頻度としては、YouTube の撮影なども含めてね、7、8割ぐらいはこの FX2 で、十分かなというふうに感じました。あとね、この EVF については、やっぱりね、これはちょっと正直脱着式の方がありがたかったですね。便利なのは間違いないんですけれども、やっぱりこう常についているとカバンへのこう収納時とかに邪魔になることもあるので、もしね FX3 の後継機がこの FX2 と同じボディになるなら、ぜひねその辺は考慮してほしいなというふうにね感じました。皆さんのねこれちょっとご意見もぜひ聞かせてほしいので、きっとねソニーさんも見てると思うので、ぜひねコメント欄で教えていただければなというふうに思います。もしかしたらね、もう皆さんの声が次のモデルに反映されるかもしれないんで、知らんけどね。はい、というわけでね、今回の動画は以上となります。今日の動画が参考になったという方は、ぜひね、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。というわけで、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。